始まりましたスマブラハウス。はい、MC を務めさせていただきますジャパニーズ小池です。よろしくお願いします。はい、そして今日も遊びに来てくれました。自己紹介よろしくお願いします。はい、ちょっとね、親知らず顔腫れてるんですけど、多分あんま分かんないかなと思うんですけど、レインです。よろしくお願いします。はい、レインさんよろしくお願いします。さあ、今回はですね、ちょっと僕からレインさんに、直にお聞きしたいなということがありまして、ですね、散々言われているんですけれども、空語、はい、空中後ろ A ですか。出すだけじゃないですか。言っちゃっただから分かるんですよ。素振りしてるんで、トレーニングモードでこう素振りをしてる時に出せるんですよ、それは出せますよ僕も、なんですけど、戦いの最中に、敵の目の前で正面からこういきなり空語が出るじゃないですか。レインさんとかは出ますね。はい。で、空語っていう強いキャラクター、今までも紹介してくれた例えばドンキーコングとか、クロムもそうだし、ね、クラウド、もちろんもう強いんで、もう必須テクニックとして、反転空語ってやつですか。合ってますよね。あれ、反転空語、ダッシュをキャンセルしたりする空語もあったりっていう種類があるんで、せっかくなんで説明させていただきます。そうなんですよ。それをちょっと教えていただきたいなと思いまして、実践でね、出し方も含め、あと使い方っていうのも説明していきたいと思うんで、ぜひね参考にしていただければと思います。はい、よろしくお願いします。一番ね、空語クラウド強いんですけど、クロムの方がね、いろいろネタがあるんで、クロムを選んでいきたいと思います。クロムも強いですからね。クロム超イケメンキャラですから。いやだから嫌なんですよ。ファイアーエンブレム勢強いから、もう俺戦いたくないんだよな。まずなんですけど、空語って例えば小池さんが普通にやると、ここから前向いてる最中に出して空語出ないじゃないですか。空語出ないです。これか僕の場合は後ろに回っての空語なんですよ。一回ちょっと飛び越えて、こうやってね、こうやってやるんですよ。そうじゃなくても、実はちゃんと出せる空語があるんですよ。なるほど。上手い人がすぐやるこれ。それがどういう仕組みでやっているのかもわからないですし、それを教えていただきたい。なんですけど、まずどういう原理でこれ空語になってるかというと、まず普通に走っていってジャンプするとこうやって前向いてるじゃないですか。でもスマブラってたまにこうやってブレーキすることないですか。あります。これを利用して、このブレーキを利用してそのまま後ろを向くと。だからダッシュして瞬間に一瞬今これちょっとカフェに乗っちゃってるんですけど、一瞬後ろ見てるんですよ。なるほど。走ってる方向と反対にスティックを入れるっていうことですよね。そうです。だから若干ディレイかかってるんですよ。走っていって少し遅くなってすぐ空語。飛んでるからそんなに体感変わんないぐらいなんですけど、これをダッシュ反転空語。ダッシュ反転空語という技ですね。もうダッシュ反転空語で覚えてもらえば頭でも理解しやすいんで。なるほど。で最初そのダッシュ反転空語って言葉だけで分かんなかったら、ダッシュ反転ジャンプ空語。なるほど。一つ一つ分けて考えると、ダッシュしてブレーキして反転してジャンプして空中後ろへを出してるんだよっていう技ですね。そうです。なるほど。もう全部入力は向こうこっち進行方向側に、今だったら右側が進行方向なんですけど、右側にダッシュして空語できるんで、全部右側にスティック入れればいいし。なるほど。でただ一瞬ブレーキ入れるんで反転じゃ軽くは入れるんですけど、スティックは基本的に右側に入れるみたいな感じですね。なんでダッシュ反転空語、これを覚えてもらえると、例えば空語って基本的に撃墜技が多いんですよ。であと立ち回りリーチが長かったりとかっていう特徴があるので、牽制技にも使えるし撃墜にも使えるので、これを覚えるとかなりスマブラが勝てるようになります。そうですよね。これ小池さんに覚えてほしいテクニックナンバーワン。それをもっと早く教えてずっと言ってたじゃないですか。俺どうやって空語出してるんですかそんなにっつって。これが1個目で、実は例えばなんですけど、クロムっていうキャラクターはコンボがあるんですよ、ジャックからの。なるほど。例えばみんなやるコンボってこれなんですよね。これよく見えますよね。多分ディップ。空中ニュートラルですか今のは。空中前です。空中前かそれ。前だったら簡単じゃないですか。でもこれとっさに空語を何も知らないでやるとむずいんですよ。自分ですらできないんですよこれ。なるほど。反転して今できたんですけど、マジで難しくて普通に操作ミスるんですよ。でこれを実は簡易入力があって、上りであれば最速反転空語ができる方法があるんですよ。上りであれば最速で反転空語を出せるその技っていうか、コントローラーの使い方ってことですか。そうです。なるほど。今上りで空語しませんでした。早っ。超早いんですよこれ。すごい。
これを使うとこうやってコンボ完全カウンターもあってます。すごい、本当だ、連続ヒット2になってましたね。これ何かっていうと横強キャンセル空母。横強キャンセル空母、はい、ほう、なるほど。何言ってんねんって話なんですけど、はい、横強キャンセルとかできんのかよみたいな話なんですけど、大丈夫ですか？それは難しいんじゃないですか、その操作がガチャガチャガチャみたいな。いや、3回入力するだけです。点々点点々点。こっちの方が操作回数が多い。ダッシュキャンセル空母の方が操作回数が多い、はい、じゃあ比較的簡単で、そんなに上りですぐ出せちゃうんですか？リズムですね。音ゲー苦手なんで、はいはい、ちょっと時間かかったんですけど、リズムが大事で、言うなればまずこっち側に反転に前向いてて、こっち側にリンク側に攻撃をしたい、空母を出したい時は、はい、まず反対側に横強をするんですよ。ほうどういうことって話じゃないですか。はい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 。で、相手がいる方向とは逆に横強を打つわけですね。そうです。はい。で、ちなみに例えばなんですけど、はい、これ横強を今入力してからジャンプしてるんですけど、キャンセルになるんですよね。はい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 。今これ空英になっちゃったんですけど、はい、それをちゃんと入力を入れることによって、なぜかこういう、これ前向いてるのにいきなり反転、ごめんなさい、たまに見せるんですけど、自分もすごい。前向いてるのに反転に向くことができるんですよ。だから、はい、手順としては、出したい方向と反対に横強を入れる、横強を入れる、はいはい、だからリンクと反対側、こっち側に横強を入れる、で次にスティックをこっち側に入れる、リンク側に入れるってことですね。だから横強たたんぐらい、もうたたんレベルじゃないかも、みたいなもう本当にかすかに横強リンク側にスティック入れるがタタッてくるわけですね。入れながら、そのままジャンプをする。なるほどね。はい。ってやると反転空母ができるので、これめちゃくちゃ簡単か？指足らなくならないか？いや、これ足んなくなるんですよ。そうですよね。いや、自分ズルしてました。ズルしてた。はい。おお、なるほど。これ例えばなんですけど、今の入力をコントローラー持ってやろうとするとこういう持ち方になるんですよ。今もできたんですけど、難しいんですよね。そうですよね。これそういう持ち方になりますね。こういう持ち方。はいはいはい。C スティックとボタンとをこうやってなんて言えばいいんだろう。僕らのそのタイトルではモンハン持ちって言われたり、はい、これスマブラだとミュウツーキング持ちって言われたりやっぱあるんですね、タイトルによってね。なるほど。なんですけど、こんな持ち方を実戦で毎回持ち替えてやれって言われたら難しいので、簡単な方法をご紹介します。反転空母が簡単に出るキーコンフィグってことですか？そうですね。ほう、なるほど。空母の出し方、今の普通に出すパターンと、あとは今のダッシュ反転空母と横強キャンセル空母の2パターンしかないので、でかつその横強キャンセル空母は若干難易度が高いので、普通にやろうとするとキーコンフィグをこうするといいです。ポイント R をジャンプ、 R をジャンプにする、または L をジャンプ、どっちでもいいです。はいはい。もちろん Z をつかみを場所に変えて Z ジャンプでもいいんですけど、そうすることによってそうか、今まで通りの持ち方でそのままお、すごいできるようになるんで、これを自分は上り空母必要なキャラとかは結構ジャンプここに最近仕込みにしてます。なるほど、これをやることによって今言った、横強キャンセル空母、簡単に上りで空母が出せるよって、反転空母が出せるよっていうものが簡単になると。そうです。なるほど。へえ、これ俺もやろう。ぜひやってみてください。ただね、クラウドでそんな使うことはあんまないんですけど、そうですね、上りでね、クロムみたいなキャラクターで悩んでる方はぜひ使ってほしい。すごい。ちょっとなんですけど、簡単とおっしゃられてますけど、簡単って言ってるんで、この私、この戦闘力150万ぐらいうろうろしてる私でも出せたら本当に簡単ですよ。今ちょっと3回だけチャレンジさせてくださいよ。その中で1回でもできたら、いやだって小池さんといえば将軍レインの弟子といいんですか、弟子をいただいても。いや、まだやっぱりかダメか。じゃあちょっとやらせていただきますね。言ったら相手側が、右にいるとしたら、ちょっとちょっと俺もクロムでやりますわ。とりあえずね、クラウドでもいいですよ。全然できるんで。なるほど。クラウドでいこう。小池クラウド見たいですもんね。小池クラウドの上り反転空母、任せてください。今のでその原理は分かりました。皆さんこの状態でクロムが右側に立っていたら C スティックを逆側に入れると、で、この操作キーの方をクロム側に入れて、と同時にジャンプを押すってことですね。
今できてたかな。もう一回できてるかも。ちょっと待ってでもさ逆ですよね。多分反対なんですよ。そうですよね。でもできてはいたんですよ今。ちょっと待ってでも難しい。この場合は逆か。できてる。めちゃくちゃ簡単じゃんこれ。まあでも今だってちょっと触ったらできるようになるんで、こっちになっちゃう。多分頭とその入力が反対になるんですよこれ。そうですね。そうだからできてはいるんですよ。だから自分も最初これやった時にってなりながら反対にずっと空語してたんですよ。入力攻撃するのと反対側に入力をしてるんで、操作だけ反対にするから普通の操作と真逆のことをしてるんですよ。そうですね。だから反対に出しちゃうんですけど、まあでも実際この小池さんがこうやってできてるところを見るとできる。ちゃんと出せます。でもやっぱりちょっと練習が必要なのかもしれないですけど、まあでもちょっとでいいと思うんですよ本当に。でもなんで俺逆に出ちゃう。これでいいのか。よくねえな。当てるように振らないといけないんで。そうですよね。クロムの反対側にこう強攻撃ですよ。こういうことですよね。でクロム側にこうですよね。そうです。ちょっとあれが遅いのか。同時じゃダメなのか。できたわ。同時じゃダメなんだ。僕 C スティックとこの入力キー方向キーを同時に押してたんですけど、それじゃ若干遅い。タターンまでいかないですけど C スティックのが早いんですね。そう C スティックが若干速くてスティックがその次で最後にジャンプなんですよ。だからでもジャンプはこれ R にしてるからゆえに勝手に遅くなるんですよ。だからあえてそうしてます。自分は押し込みのちょっとラグがあるから。そうです。なるほどね。それを利用して、だからもう右は同時に動かせるし、左は早ちょっと遅くすればいい。出る。あえて自分出る R ジャンプにしてるんですよ。なるほど。これすごいぞみんな。でも出なくなってきた。こういう感じでやったら難しいじゃないですか。言うなれば。そうですね。でもこうでいいんで。なるほど。なんでか強攻撃反転空語っていうネタもあるんで、これとっさに出ない人とかはぜひ使ってもらってできるようになることは多いかなっていう。これは耳寄りな情報。あとは小池さんはですね、ダッシュ反転空語。ダッシュ反転空語はこうしてジャンプして空語ですよね。そうです。ちょっと待ってくださいよ。空語をまずそうです。小ジャンプが難しいんだけど、でも大ジャンプでも全然大ジャンプでもいいですか。一回ブレーキかけるんですよ必ず。でも言うなれば今のです。今のできてはいるんですよ。はちゃめちゃなんで。はちゃめちゃな動きはしているけど、原理は分かっていると。そうです。原理は分かっている。やったっていうこの2つのパターンが空語、トッププレイヤーの人たちがみんな使っている空語なんで、ぜひ使うことによってさっきも言ったんですけど、撃墜技として優秀な空語を持ってるキャラがすごく多いのと、あとはリーチが長い空語を持ってるキャラがすごく多いので、立ち回り有利に進むことができますっていうね。クラウドの場合はね、その空前よりも空語の方が発生早かったりするんで、やっぱこういう風にやるんですよね。で先端合わせていってみたいな。この間おっしゃっていた崖際の読み合いがめちゃくちゃやっぱ強くなりますからね。そうですね。これはもう反転空語が使えることによって、もうここまで来たらだって一回もね反転した状態でこうやってねもう自分待機してもらうみたいな。すげえ。なるほどね。これをどんどん活用していってください。でも本当に僕が今初めて触ってピョンって何回かできちゃうぐらいなんで。そうですね。ちょっと触れば大体の人はできるようになるかなって。ちなみに自分より多分小池さんの方ができるようになったのは早いです。自分全然結構なんか頭が追いつかなかったです。これ反対ではないやってることみたいな。嬉しい。固定概念が逆にありすぎて自分はできなかったんですけど。なるほど。もうやってることがもう本当に正反対なんで。そうですね。なるほどね。いやこれを本当に知らなかったので、ぜひね今作から始めたよとか、空語なかなか出ないよ、反転空語難しいよっていう人は上りですけど、簡単に出せるよっていうキーコンフィングと、ボタンの操作説明ですね。そうですね。であとはさっき言ったその下りで出せるんだったら、このやっぱこのブレーキをちゃんと使って回り感にしてもらえれば、そしたらもう上りも下りも全部完璧に結構簡単にできるようになるんで。逆にこの反転してから空語ってこれ上りも出せるんですけどね。ただこれダッシュをするっていう動作があるんで、でも密着だったらこうやって上りでも出るよっていう。ありがとうございます。よかった聞いて。そうなんですよ。なんとなくね感覚では分かっていても、こう一から説明していただくとよりね頭に入るので、こうだったなっていうのが分かりやすくなるので、
ちょっと僕が知りたい反面結構質問でもあるよっていうのをそうですね、お伺いしていたので、自分も配信して最近ちょっとねスマブラハウスから来てくれましたみたいな方がいっぱいいるんですけど、はい、空語どうやって出してるんですかと、すごい質問多くて、はい、でそれをね今回説明したいなと思って、ちょうど小池さんからも質問があったので、ぜひねっていうところで今回は説明させていただいたんで、ありがとうございます、ぜひ使ってください。はい、じゃあ皆さんぜひ使ってこれで僕と一緒に VIP に行ってください。よろしくお願いします。はい、ということで今回の動画は以上となります。今後もたくさんの攻略動画上げていきたいと思いますので、チャンネル登録高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。それからですね、先ほどお話にもありましたようにレインさんのね生放送が見れるチャンネルページを概要欄の方に貼らせていただいております。そちらも高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、それでは今回のスマブラハウスは以上となります。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。